約束。行ってきます。行ってらっしゃい。息子はこの4月で中学生になった。娘は小学校4年生。2人とも素直で明るい子に育っている。それでも私はあの時のことを思い出す。あの時の思いを打ち消せるものならと。だって5年前、夫は職場で事故に遭った。夫は建設会社に勤めていた。現場に行って建築中の足場から落ちて救急車で運ばれた。知らせを受けて病院に駆けつけた私が見た夫は、包帯で身を包み、体中に管がつながれて、とても苦しそうだった。それは私の知っている夫ではなかった。夫はとても穏やかな人で、いつも笑っていた。会社の先輩で交際を申し込まれた時も、プロポーズされた時も、顔を真っ赤にしていた。一生そばにいたい。私がうなずくと、満面の笑顔で万歳をした。約束だよ。約束。長男がお腹に宿った時は、毎日いそいそと帰ってきて、私のお腹に話しかけた。生まれた時は、くしゃくしゃな顔をして泣いた。いつでも、どんな時でも笑っていて、私はその笑顔に包まれていると、とても幸せな気持ちになれた。どんなにお天気が悪くても、暖かい日だまりの中にいるようだった。本当に幸せで怖いくらいだった。長男が生まれた3年後に娘が生まれた。夫は長男の時と同じように泣いた。夫の笑顔に包まれて、私も子供たちもいつも笑顔でいられた。この幸せがずっと続くものだと信じて疑わなかった。事故の知らせを受けた時は、怖くて病院に向かうタクシーの中で体がガタガタと震えた。どうか無事でいて。ただひたすらそれだけを祈った。でもその願いは夫を見た瞬間に打ち砕かれた。ベッドに横たわってかろうじて息をしているだけの夫は目を開けることもない。呼吸器につながれて薄い息をしたその顔はとても青白い。太陽のような人だった夫はそこにはいなかった。大好きだった夫の笑顔をもう見ることはないのだということを医者に告げられた。
そんな言葉ばかりが繰り返し頭の中に浮かぶ。これは悪い夢なのだ。こんなことが現実に起こるはずがない。私は現実を受け止めきれず、目の前の夫から顔を背けた。目をつぶれば、まぶたの中には夫の笑顔が広がる。いつでも夫の笑顔に会える。でも、目を開けると、そこにいるのは私の知らない夫。目を覚まさないまま、管につながれたまま、ベッドで数日を過ごした。私が何度呼びかけても返事をしない。夫には、私の声はもう届いてはいない。そんな現実に、さらに打ちのめされる。どうされますか？ある日、医者に尋ねられた。この夫の命をつないでいる機械を止めるかどうかだ。止めたらもう夫は息ができなくなる。それは取りも直さず、夫の死を意味する。そんなことは決められない。私は神様じゃない。そんな辛いことを私に決めさせないで。そう叫び出したくなる。一生そばにいるって言ったよね。夫はもう笑わないけれど、もう話しかけてもくれないけれど、まだ温かい。どんな姿でもいい。どんな状態でもいい。そこに生きていてほしい。夫の息遣いを感じていたい。でも、目の前の夫の顔は、私に苦しいと訴えているように見えた。息をするのが辛い。苦しい。助けて。そう言っている夫の声が耳元で聞こえた。嫌だよ。そんなの嫌だよ。嫌だ。嫌だ。嫌だ。神様、私からこの人を奪わないで。約束したのに。ずっとそばにいるって約束したのに。そんな思いが溢れる。だけど、こんなの嫌だ。こんなの違う。私が好きだった夫の笑顔はもうここにはない。私が好きだった日だまりのような夫はこんなに苦しい顔をしているあなたじゃない。それでも手を伸ばせば確かに来ているあなたがここにいる。このぬくもりを失いたくない。そんな簡単に答えは出せない。自分の思いの居場所がわからない。約束したくせに。そう思ってしまう。でも、もう楽にしてあげてください。夫の顔を見た私の口から出た言葉は、私の意に反するものだった。もうこれ以上頑張らなくていいよ。そう言ってあげたくなった。あれから5年。うちには夫の笑顔の写真が溢れている。子供たちの記憶には管につながれて
苦しい息をしていた夫の姿はなく、いつも太陽のように笑っていた夫の笑顔がある。これでよかったのだ。そう思う心と、子供たちから父親を奪ったのは私だ。そんな思いが交錯する。本当に、あれでよかったのか。そんな思いが消えない。私があの時、約束だなんて言ったから、行かないで。嫌だって泣いたから。だからなの？あんな約束するんじゃなかった。今の私は、そんな風に思っている。だって、あの日からずっと、夫が家の中にいる。ベッドの脇に、キッチンの片隅に、リビングのソファーの上に、夫の影が見え隠れする。そこからずっと、私を見ている。あなたの命を火を消した私を、恨んでいるのかもしれない。そうしてまた、夫が私の耳元で囁く。僕はずーっと君のそばにいるよ。なんて約束だから。とても冷たい、凍りつくような声で。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録して次のお話もご視聴ください。チャンネル登録、いいね、コメントなどなどいただけるととっても嬉しいです。次回もご視聴お願いしますね。